当にベストな痛気持ちいいのところがいいんですけど、聞いてるってハマる人の気持ちすごくわかるんですよ。めっちゃ気持ちいいですこれ。ここ多分皆さん一番気持ちいいっておっしゃってくださるところだと思います。私ドライヘッドスパ今日初めて受けさせてもらって来るまで結構ドキドキしてたんですけど、もうお出迎えからすごい優しく丁寧に案内してくださったのですぐ緊張はほぐれました。めっちゃ良かったです。でカウンセリングの時にたくさんお話ししていただいて、施術中も痛みとか強さとかも聞いていただいて、お悩みに合わせていろんなお客さん変えたりしてるんだなっていうのがすごい伝わる施術になってました。私もね眼精疲労ひどかったんで後頭部結構やってもらったんですけど、やっぱ終わってからすごい目の開きが良くなったりとか見やすくなったりとかしてたので、本当にいろんな人に合わせてカウンセリングしてくれてちゃんと施術してくれてるんだなっていうのが伝わったので、また是非行きたいなって思いました。で特に私足がむくみやすいのでフットの施術もすごい気持ちよくて、最初もう叫ぶぐらい実は痛いんですけど、もうそれも言ったら弱めてくれたりとかもするので、終わった後はすごい足取り軽く帰れるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。またぜひね友達とも来れるみたいだったので、友達とまたペア割り使っていこうかなって感じです。こんにちは。失礼します。こんにちは。はい、お名前お伺いしてもよろしいですか？はい、予約してた野村です。お待ちしておりました。お願いします。お願いします。どうぞこちらで靴脱いでいただきまして、お履物スリッパにお替えください。ありがとうございます。こちらお部屋の方ご案内いたしますね。で、お部屋ご案内いたします。どうぞ。お願いします。こちらのベッドおかけください。では野村様、本日はご来店いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。私、サーヤが担当させていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。初めての方にカウンセリングシートをお願いしております。上から順番に当てはまるところにチェックしていただきまして、お読みいただきましたらお名前と電話番号お願いいたします。わかりました。はい、ありがとうございます。では一旦失礼いたします。失礼いたします。はい、お願いします。ご記入ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お預かりいたします。はい。ドライヘッドスパ自体も初めてですね。はい、そうなんです。ちょっとだから緊張してます。ドライヘッドスパってまた濡れてる状態の感じとは違うので、しっかりほぐさせていただきますので楽しんでってください。お願いします。力の強さが標準ということなので、また最初に肩と頭の方で力の強さ確認させていただきます。お願いします。その時強い場合おっしゃってください。触ってほしくないところチェックないんですけど、一応女性の方特にお聞きしてるのが、お目元まぶたは触らないんですけど、鼻筋に沿って触っていくのは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。かしこまりました。では全体的にさせていただきます。重点的なのが頭、首、肩、もうこの辺がしんどいかなって感じですか？そうですね。普段デスクワークでもうずっとパソコンとかスマホいじってるんで、ちょっとだいぶ来てます。辛いですよね。ここら辺凝ってるだけで、同じ体勢でずっといらっしゃることが多いと思うので、その辺も多分頭痛につながったりとか結構あると思うので、しっかりほぐさせていただきますね。お願いします。本日ホットマイマスクオプションで選んでいただいてると思うんですけど、お香りが金木犀と無臭とございますが、どちらがよろしいですか？どっちが人気とかあるんですか？やっぱり男女ともに人気なの金木犀ですね。じゃあそれでお願いします。わかりました。すごくいい香りなので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。お願いします。お悩みが結構チェックが入ってますね。そうなんです。小顔とか顔のたるみとかも気になる感じですかね。
そうですね。なんかやっぱり年とともにどんどんたるんでる気がして女性はもう特に気になりますよそうね。お姉さんみたいにちょっと小顔にしてもらおうかなと。小顔とか顔のたるみとかって、うん顔の皮膚ってうん頭皮とつながってるので、うんここをほぐしていただくだけでもうんリフトアップにすごくつながるので、うんはい、そちらの方もしっかりほぐさせていただくんですけど、はいはい当店オプションで、うんカッサーっていうのがありまして、うんカッサーでほぐしていただくだけでも、すごくコリが解消されやすいというので、一番お店の中でも大人気の商品なので、うんまたよかったら、はい次回とかぜひにもぜひお試しくださ。はいいお願いします。では最後ですね、うん承諾事項の確認させていただきます。当店のメニューはすべて10分間のカウンセリングとお会計の時間を含んでおりまして、本日がもみほぐし40分とはいドライヘッドスパ40分のコースなので、はい10分間お会計の時間として使わせていただきます。ご了承ください。はい、かしこまりました。はい、では早速始めていきますね。お願いしお願いしま。ますでは早速始めていきますね。はい。薄いバスタオルだけかけさせていただきます。足元をすいません。失礼いたします。はい、ありがとうございます。お部屋の温度寒い暑いはいかがですか？このくらいで大丈夫ですか？はい。あと寒くなったりしたらすぐ温度調節するのでおっしゃってください。では最初軽くほぐしていきますね。失礼します。もうでもこの時点でも結構固まってるのがわかりますね。なんかデスクワークだと、はい、そうですよね。うちのデスクすごい椅子が硬いんですよね。しかも選べないですよね、デスクワークって。なんか腰に良さそうないろんなのあるじゃないですか、椅子とか。でもそれ買ってデスクに置くわけにいかないし、めっちゃ辛いですよね。でやっぱ4月から新入社員とかが入ってきたりとかして、はいはい、教えないといけないこともすごい増えてて、自分もそんなにあれなのにみたいな感じでやってるんで、もうストレスもたまりながらですよね。家に仕事持ち帰ってはい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 。やってるから、寝るまでもずっとパソコンとかスマホ見てるんで、もう寝る直前まで。あんまりやっぱり寝れなかったりとか、はいはいはい。男性疲労が残ったまま寝ちゃって。それを調べてきました。そうだったんですね。ありがとうございます。ここってでも最近ですよね、できたの。そうなんですよ。6月からなんですよ、今年の。めっちゃ、だからこんな店内綺麗なありがとうございます。すごく嬉しいです。まだできたばっかりっていうのもあるので、この時期に知ってくださってすごく嬉しいです。本当すぐなんか見つけたんですけど、忙しくて行けなくて。タイミングが。いや、嬉しいです。そうやって聞けて。タイミングがね、ありますもんね。いや、ありがとうございます。だいぶ今日一日でほぐれるようにしっかりさせていただくので。はい。セラピストのお仕事されてるんですか？セラピストの仕事自体もしてたんですけど、私自身ちょっとモデル業をしてまして、そうなんですよ。女性の方に褒めていただけるのって一番嬉しいですね。同性ですからね、余計。ありがとうございます。でもそのモデル業をしながらもやっぱり手に職つけたいなとかいろんなことを思いながらやってたので、その世界も大変そうですよね。めっちゃ大変ですね、正直。やりがいはすごくあるし、皆さんやっぱりポテンシャルがすごい高いので、なんかその影響で自分もこう頑張りたいなとか、もっといろんなことできるようになりたいなとか、
そうやって思う機会はすごく増えたので、やってよかったなって思う仕事なんですけど、でもうちのお店のスタッフが私以外も私と同じようにモデルの仕事して、もうなんだ掛け持ちで両方頑張ってる子たちがほとんどなので、そうなんですよ。だからみんなすごくやる気もあるし、頑張ってくれてるので、なんか私もすごくいい影響を受けさせてもらってます。すごい。みんなね、すごいんですよ。それがオーナーさんの人柄があってこそだと思います。本当ですかね。こんなになんか丁寧にカウンセリングしてくれるとも思ってなかったので。本当ですか。でもカウンセリングってすごく大事だと思ってて、やっぱりその人のどういう生活を送っててどういう悩みがあるとか、そういうのもねやっぱり聞いていかないとやっぱりわからないこといっぱいなので、でもまだ、ね、ちょっとしか聞けてないですけど、デスクワークですごくお辛いっていうのもまず最初に聞けたので、多分今も触っててここ結構ガチガチに、ね、なってらっしゃるので、やっぱりそうってわかるものですかね。かなり野村様の場合特にこの辺がすごく張ってらっしゃるので、今力加減とかはどうですか？全然めっちゃちょうどいいぐらいです。本当ですか？肩って結構揉み返しになりやすい場所でもあるので、逆に押しすぎちゃってとか、なんかそういうので私もすごく揉み返しで辛かった時期とかもあるので、この辺の調節はすごく大事には思ってて、この辺すごく凝ってらっしゃるから、普通に過ごしててもね肩こりってそれだけで辛いじゃないですか。でもこれってなんかその気持ちいいところでやった方がいいのか、痛いと思うまでやってもらった方がいいのかって確かにどのぐらいか、はいはいはい。でもその、頭とまた肩の方でも全然違ってはくるんですけど、痛気持ちいいなで、もう痛だだだだってなっちゃうと、だいたいもうほぐしきちゃうので、本当にベストな痛気持ちいいのところがいいんですけど、なかなかねその加減も人によっては難しかったりするので、そうなんですよ。男性と女性のやっぱ体格の違いももちろんあるので、その辺もね一概には言えないんですけど、やっぱ筋肉質の方の肩触らせてもらった時とやっぱ全然女性の方とかやったら特に違うので、この辺は特に圧の加減はお客様に聞いてからしてるんですけど。このお店ってでも男性の方が多いですか、女性の方が多いですか？うちのお店ですか？男女比率で言ったら多分男性の方ちょっと6割ぐらいに近いのかなっていう感じはしますね。半々かなと思ったんですけど、ちょっと若干多いかなぐらいです。あんまり変わらないですね。でも駅近だからね、仕事終わりにもすごい行きやすいんで。そうですよね。三宮なので、特にここら辺でお仕事されてる方とかすごく多いと思うので。行きやすいから仕事終わりにしてたんですけど。よかったです。しかも当日も取ってくれるから。そうですね。こういうのって本当疲れた時に行きたいじゃないですか。いやめちゃくちゃわかりますよ。私も本当にそうですもん。もう今行きたいと思って、もうなんか申し訳ないなと思いながら直前で取るっていうことが多いので、そうですよね。リラクゼーションとかはそうだと思います。みんな行きたい時に行きたいですよね。何日か前からとかっていう。いやなかなか決められないですよね。なんかもう休みがもうそこしかなくて、絶対そこで行かないとやばいとか、そうじゃない限り決められないと思うので。私も今日午後級じゃなかったら来れなかった。確かにこの時間帯だったらそうですよね。食べてよかったです。ありがとうございます。優れてる気がします。よかった。ちょっと引っ張りますね。
お姉さんお休みとかないんじゃないですか？お休みですか？でもうちのお店が水曜日の定休になってるので、水曜日のお休みはしっかり取ってるので、はい。お休みの日って何されるんですか？休みですか？休みの日は、私結構外に出ることが多いので、こんだけ働いてアクティブに元気ね、そうですよね。私もたまに自分でも元気だなって思うことあるんですけど、でもやっぱ外に出るのが気分転換に思うタイプなので、その辺はやっぱそうなのかなって、そこで気分のリフレッシュできてるかなっていうのは、外出て、あとは私コーヒーがすごく好きなので、三宮とか特におしゃれなね、お店とかが多いので、今はもうカフェ巡りをすごく楽しんでますね。お気に入りとか見つけました？あるんですよ。しかもここのお店のすぐ近くで、グリーンハウスっていうカフェなんですけど、なんか2店舗あるんですよね、系列で。でどちらもすごい素敵なんですけど、なんか森の中で、なんか都会なのに楽しめてるっていう感じがあるんですよ。森林がすごくいっぱいあって、入り口から木に囲まれてたりとか、なかなかこう三宮でそんなのってないじゃないですか。だからそれがすごくいいなっていうので、私もすごく気に入ってて、一人でもねすごく行きやすいんですよ。私も一人でこうスッと行くこととか多いので、そういうところは結構見極めてるかも。一人でも入りやすいかなとか行こうね、ちょっとこの後ゆっくりできる時間があるんだったらぜひ行ってみてください。この肩甲骨をさせてもらってるんですけど、力の強さとかは大丈夫そうですか？このくらいでじゃあ、よかったです。なんかズーンってきますよね。聞いてるって気持ちいいですよね。めちゃいそうですね、でも。もみほぐしの時点で寝られてる方もやっぱり多いですね。リラックスしていただいてるので、私としてもすごく嬉しいんですけど。今大体ヘッドになる感じ。ドライヘッドスパで寝られる方も、あとうちが今回野村様が選んでいただいたのが、もみほぐしとドライヘッドスパなので、最初にもみほぐしをさせていただくので、もうこの時点で寝られてる方も確かにいらっしゃいますね。なんかもう指とか失礼します。思いながら。でももう寝ちゃって、すごいリラックスされてるんだろうなっていうのも分かるので、逆に嬉しくなったりもしますね。すごい休んでくださってるかなとか。失礼します。で、私もドライヘッドスパとか好きで、受けに行ったりとかする機会も多いんですけど、寝ますね。こう気持ちいいなと思って、これいいなこのやり方とか思ったりするんですけど、気づいたらそう勉強がてらと思ってても寝ちゃうんですよ。だからあれ勉強がてらと思ったのに寝ちゃったみたいな、めちゃくちゃありますね。あるあるです。それ寝ちゃいますよね。でもそれセラピストの仲間たちのお話でもそれはめっちゃ言います。みんな勉強で行きたいって思って行ってたのに、私たちも凝ってるから行ったら気持ちよすぎて寝ちゃう。右と左で結構違いますね。どっちの方が？野村様の場合は右の方が、今ここはですね、やってる方の方がちょっと張ってるなって感じが強いですね。利き手とかもあるんですかね？そうですね、右左で利き手でやっぱ使う頻度が違うっていうのももちろんあると思いますし、あとは私の場合、右利きで左にすごくバックだったりとか、大体物かけるのが左なんですけど、そういうのでも変わってきたりすごくするので、
あとは体の歪みですかね、左右差で右重心左重心とか、そんなんとかでもすごく変わってくるので、立ち方とか難しいですよね。そうですね。だから私は足首の癖があるので、はいはいはい。骨盤とかはすごいなんでる。あ、そうなんですか。もう自覚がちょっとある感じですかね。しかも足首も同じ方向だったりするんで。あ、そうなんですね。デスクワークだとずっと画面見てるから。確かに。猫背になったりとか。はいはいはい。肩上がってたり巻き肩になってたりとか絶対あるので。なんかずっとその体勢で、なんかいるのが辛いから変えたりとかすると思うんですけど、結局同じ体勢に最終的に戻ったりとか、足組むのもね、なんか右ばっかり上に組んでるから左で組むようにしなきゃとか、まあ、そもそも組むのがあんま良くないとはね知ってるんですけど、落ち着いちゃうんで。そうなんですよ。私も気をつけるようにはしてるんですけど、やっぱ癖ってなかなか治らないので、そうなんですよね。嬉しいですね。はい。今どういう悩みを抱えて来られる方が多いんですか？悩みで言ったら、やっぱり野村様みたいにデスクワーク多い方がうちのお店はすごく来てらっしゃるイメージで、なので肩こり頭で頭痛ですごく悩んでる、あとはなんか寝れないとか、そういう方がすごく多いなってやっぱ喋らせていただいて思いましたね。やっぱり疲れてますね。お仕事頑張ってるんですね。やっぱりデスクワーク増えましたしね、コロナで。なんかそれもすごく大きな影響かなとはやっぱりお話聞かせていただいて思う機会もすごく増えてきました最近。年齢層とかもバラバラなんですか？そうなんですよ。すごく私もびっくりなんですけど、本当に若い方とか20前半とか、でももう60代やったり50代やったりとか、幅広くのお客様が来てくださるので、逆になんか若い方とかもスマホがすごくねもう主流になってるので、めっちゃ見るじゃないですか。私もそうですけどだからそれがすごく大きいのかなと思いますね。失礼します。腕もめっちゃ疲れますしね。確かにめっちゃ気持ちいいですね。なかなか腕揉んでもらう機会ってないと思うので、右の方が使ってるから右の方が右ってそうですね、左右差感じますね。ありますよね。すごくね感じ方も変わってくるし、じゃあちょっと腕上げますね。失礼します。肩甲骨多分あんまり出ないんですよね。よく言われますか？でも右と左の出方が違いますね、結構。どちらかというと右の方が肩甲骨がしっかり出てるイメージです。左の方が出てないですね。そうですね。こっちの方がしっかり出てるなっていうのは。今力の強さどうですか？大丈夫です。大丈夫ですか？この辺からすごい張りが出てきました。凝ってますかね。やっぱ肩につれて筋肉がちょっと張っちゃってるのかなっていうのは。でも私もそうなんですよね。肩こりすごくひどくて、特に多分モデル業やり始めてから、やっぱ見られる仕事だから気をつけなきゃ姿勢をっていう感じで、だからこう肩が巻き肩になりがちなので、
ちょっとピンとしようかなっていうので、多分変に間違ったところでキープされることがすごく多いと思うので、私の場合だからそれですごく肩が凝っちゃってしんどすぎて、もう整体とかもう週1で絶対通うみたいな時もすごくあったんですけど、そもそも肩の位置違うよみたいな言われましたもんね。じゃあ今こうやっててもしんどかったりしないんですか？今はあんまなくなりましたね。私自身うちのセラピスト同士でももちろんそのマッサージしたりもするんですけど、それめっちゃいいですね。勉強もね兼ねてやるんですけど、いやめっちゃいいですよね。はい。最高ですね。ちょっと腰やっていきますね。腰のお痛みとかはありますか？なんか椅子がねあれなんで、硬いってねおっしゃってましたもんね。なんかめっちゃ疲れてる時はありますよね。腰痛いなとかなりますよね、絶対ね。なんか腰に続いて肩痛くなってきて、はい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 。かばるんでしょうね。どちらもやっぱ背中でつながってるので、こっちが痛くなって上も痛くなってっていうのはね、あることなので。でもめっちゃ気持ちいいですね。ズーンってこういい感じの重みがね気持ちいいですよね。私も腰痛すごくあるので、デスクワークしてた時があって、もうその時ずーっと腰痛くて、皆さん多彩ですね。何でもすごい。それめっちゃ言われますね。いろいろやってましたね。良かったとこ楽しかったとこで、私自身がやっぱりその人に喜んでもらうとか、そういうのがすごくやりがいに思うなっていうのにやっぱり最初行き着いて、そこからですね、多分なんかセラピストも手に職つけたいなで始めたことなんですけど、実際私自身がリラクゼーションを受けるのがすごく好きで、それがきっかけでセラピストになりたいなって思ったのがあれだったんですけど、やってみてやっぱりすごく人に喜んでもらったりとかっていうのが近い距離で分かるので、やっぱり言葉で伝えてくださるお客様もいらっしゃいますし、それが余計やりがいに感じるなっていうので、すごく私は楽しいですね、この仕事が。めっちゃいいですね。ありがとうございます。反応ないですか？そうですよね。私もだからデスクワークやってて、すごいやりがいもねもちろんあるんですけど、私のそのやりたいこととかっていうのがやっぱりちょっと違うかもなとかも、やってみないとやっぱ皆さんわからないと思うので、直接ね喋るのが向いてるとか、向いてないとかもあると思うので、結構硬いですね。動き方がやっぱり全然違いますね。左右差も違いますよ、結構。気づいた時に直すしかできないですもんね。でも意識するだけでもだいぶ変わるとは思いますけどね。何も無意識でずっとそっちで組んでるよりは。こういうとこ来たらね、やっぱりちゃんとしないかなって思わせてもらえる。定期的に来ないかなって。リラクゼーションってなんか自分の体との向き合えるすごくいい時間にもなると思うので、なんかここ実際私って凝ってたんだとか疲れてたんだって意外と言われて気づいたりとか、そういう意味でもすごくリラクゼーションっていいなって私は思ってて、あとやっぱり整体とか接骨院みたいに治療的なものではないんですけど、やっぱり肩こり解消だったりリラックスっていう意味ではすごくリラクゼーションはいいなと思ってるので、休んでいただけたらなと思ってますね。もうすごい素敵です。ありがとうございます。失礼します。起きますね。
気持ちいいですね。張ってらっしゃいますね。そうです。やっぱむくみがね、座りっぱなしだと。めっちゃ気になりますよね。女性の方ってめっちゃむくむって言うじゃないですか。なんかそれってやっぱりその男性ってあんま聞かないんですよね、むくむって。それってなんか筋肉量の違いが主に原因なので、だから女性ってすごいむくむっていうのは筋肉量がそもそも少ないっていうのもすごく大きなところに入ってくるので。反対失礼します。やっぱちょっと鍛えたりした方がいいんですかね。筋肉はやっぱり、なんか筋肉あった方が、もちろん年取った時もそうですけど、健康的なものも含めてやっぱ筋肉ってすごいなと思いますね。リンパってやっぱり勝手に流れてくれないんですよ。血流みたいに、血液みたいなポンプがあるわけじゃないので、それを流してくれる、手伝いをしてくれるっていう意味でも筋肉ってすごくすごいものなので、なかなかつかないのがね、女性って難しいんですけどね。継続がなかなかね。できないですよね。相当好きとかね、走るの好きだったりとか、なんかそれを気分転換に思えたらもう無敵なんですけどね。運動とかもされてるんですか？でも私も運動自体がもともと嫌いなので、筋トレとかは、今ちょっとお店が忙しいからなかなかできないんですけど、ずっと私自身その筋トレとかも教えてもらいながらやってたところあるんですけど、やっぱりなんか目に見える筋肉の変化だったりとか、そういうのがあるから楽しいって思えるんだろうなっていうのはやっぱりやってて思いましたね。メルさんとかやってたら体型維持とかそれこそ。そうですよね。はい。もう私はどちらかというとそんななんか痩せ型とかじゃなかったんで、もともとやっぱり太らない体質の方もすごくいらっしゃるので、そういう方にはもう勝てはしないんですけど、抗えるところはね、抗おうかなっていうので筋トレとかねちょっとしたりはしてましたけど、足の力の強さはこのくらいで大丈夫ですか？はい。足もいろんなツボがあるのでちょっとしっかりほぐしときますね。内臓とかでもそうですようちはフットマッサージもやってるんですけど、その時に、ここはこのツボだよみたいなお話をさせていただきながらほぐしていくんですけど、やっぱり皆さん大体痛いところは一緒で、なんかたまにねいらっしゃって私もびっくりするのが、全部痛くないんですみたいな、気持ちいいですって言ってくださる方が、もう私が全力でやってもよいからすごいなと思って、私がめちゃめちゃ痛がりなんで。私も多分ずっと痛い自信ありますか？自信しかないですね。でもすごくすっきりするんですよ、やった後に。反対失礼します。むくみとかはなくなりそうですね。めっちゃすっきりしますね。やっぱ痛いを超えた先がだからなんかハマる人の気持ちすごくわかるんですよ。足めっちゃすっきりするし、なんか自分ってここがちょっと悪いんだなとか、そんなんもわかるのもね、いいですよね。知らなかったとか思いながら。私はもう胃とかが悪いですね。もともと弱いんですけど、胃のツボはもう激痛でしたね。あとはもう指とかの方に目とか鼻のツボがあるんですけど、もうそういったところも激痛でしたね。肝臓とかがお酒ですか？肝臓はね弱ったら大変だから気をつけないといけないところですよね。お酒美味しいからついつい飲んじゃうけど。そう、目もやっぱそう。
ですよね。ストレッチしていきますね。失礼します。していきますね。気持ちいいです、これ。今伸びてますか？はこのくらいで力の加減大丈夫ですか？大丈夫です。はい。反対失礼します。こちらもストレッチしていきますね。失礼します。強さこのくらいで大丈夫ですか？はい。本当にそうですよ。なんかストレッチしてもらうだけでも気持ちよかったりしますよね。自分でなんかやってる時はそんなことないんですけどね。では次ドライヘッドスパの方移っていきますね。では上向きの状態になっていただきます。枕も変えますね。では最初に髪の毛すべて上に持ってきますね。ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい。では目元にタオルを置かせていただきます。少し前髪分けますね。ホットアイマスク先付けさせていただきます。失礼します。金木犀どうですか？めっちゃいいですね。すごいいい香りですよね。なんか優しいふんわりした香りなんですけど。では目元失礼します。ではベッド少し上上げていきますね。これ絶対に違いますね。長いですね。もう今特にね、暖かくなってるから余計ですよね。会話途中で止まっちゃったらごめんなさい。全然大丈夫ですよ。ゆっくり休んでください。はい。胸元タオル失礼しますね。気持ち悪いとこないですか？はい。では最初に力の加減から確認させていただきます。右肩から押していきますね。失礼します。今力加減中ぐらいなんですけど、もうちょっと強めがいいとか弱めがいいはありますか？それぐらいで大丈夫です。このくらいですね。かしこまりました。では次頭の方も一緒に確認していきますね。では押していきます。
今中ぐらいの強さなんですけど、こちらはどのぐらいの強さがいいですか？もうちょっと強めが。ちょうどいいかもです。このくらいですね。はいかしこまりました。では始めていきますね。なんかヘッドスパのお店って結構はい。最近増えてる感じなんですかね。増えてますね。私も思いました、探して。いろんなお店がありますよね。なんかすごいここ安かったんで。それもね、はい、すごく皆様に言われますね。駅近でこんな安さだったらみんな買うって思って。いや、嬉しいです。そうやっていただいて。やっぱ初めて行くのに、なんかね、すごい高い設定だったら手出しにくいですよね。調整ができないから。そうなんですよね。それもすごくわかります。行く側として考えたらそうですし、あとドライヘッドスパとかも、他のね、リラクゼーションとかもそうなんですけど、やっぱ定期的にこう通ったりとか、やっぱそういうのを続けていかないと、結局元に戻っちゃうので、そういった意味でも、通いやすい価格っていうのがすごく大事かなっていうのは。絶対そうですね。そうですよね。価格めっちゃ大事ですよね。今力の加減はいかがですか？このくらいで。はい、かしこまりました。頭皮しっかり動いてくれてます。頭はそんな凝ってないですか？どうですか？もしかしたら、さっき眼性疲労があって最初の時におっしゃってたので、横の筋肉、側頭部とかが結構凝ってるのかなとか、そんな感じではちょっと今思いながらしてたんですけど、結構そこから目の疲れだったりとか、あと後頭部の後ろのところとかもやっぱ凝ってると、そのまま目の疲れになってしまうので、そこら辺から来てるのかなとはちょっと思ってましたね。やっぱ触ったらわかるんですね。やっぱ頭皮の柔らかさとかは人によって本当に違うので、していきます。詰まってますね。でもめっちゃ気持ちいいです、これ。ここ多分皆さん一番気持ちいいっておっしゃってくださるところだと思います。私もこれも多分施術の中でこれが一番好きで、そうなんですよ。自分のこの手でやりたいと思って挑戦したんですけど、できないですしもう一個手が欲しいみたいなめっちゃ思うんですけど、ここ一番気持ちいいですよね。やっぱここがすごく硬く乗ってらっしゃるので、そこから目の疲れも来てらっしゃるかなと思いますね。これ寝ちゃいますね。いや、もうゆっくりしてくださいね。なんかオープンしてすごい忙しかったですか？いや、嬉しいことにそうだったんですよ。うちのその6月いっぱいは6月限定価格っていうので、ドライヘッドスパ70分で3980円でさせていただいてたんですよ。そうだったんですね。やっぱり、年齢もね、若い方とか学生さんとかも履きやすい価格やったっていうのももちろんありますし、あとはドライヘッドスパ初めての方とかもかなり多いので、さっきおっしゃったみたいにあんまり高いとちょっと挑戦しづらいというか、本当に合わなかったらどうしようみたいな、もったいないしって思う気持ちもすごくわかるので、それでやっぱり初めての挑戦で来てくださるっていうのがすごく多くて嬉しかったですね。選んでいただいたのが。気持ちいいですね。じゃあここにちょうど頭のてっぺんに百会っていうツボがあるんですけど、ここも眼性疲労にすごく効いたりするので、ここだったら自分でもねセルフケアとして押せるので、
お風呂上がりとか、気づいた時にしてくださるのもいいかなと思います。では次、腕の施術させていただきます。では左側から失礼いたします。ずっと頭だけだと思ってたんで。あ、そうですよね。ドライヘッドスパだからずっと頭されるのかなと思ってましたって、言われること結構多いんですけど、うちは頭以外にももちろん肩もさせていただきますし、腕とデコルテもさせていただくので結構幅広いですね。失礼します。意外と腕をこう指圧で押されたりとか、あと揉んでもらって、あ、腕すごい疲れてたんだって気づいたってお客様がいらっしゃってて、でそういう時にやっぱりここで気づいてもらえるっていうのがやっぱ嬉しいなって思ったり、ここって気持ちいいんだねみたいな、気持ちいいですよね、ありますよね。こんななかなか押されないから。でもやっぱなんか自分でやるのと人にやってもらうので違いますよね。なんか人の手ってすごいと思います。自分だったら全く気持ちよくないことも、なんか他の人にやってもらうから気持ちいいなとか、でもやっぱマッサージチェアではなんか出せないような気持ちよさってありますよね。マッサージチェア好きで行くんですけど、ショッピングモールとかにもねあるので、無重力体験みたいなやつとか行くんですけど、やっぱり人の手にはかなわないですね。この力加減はこのくらいで大丈夫ですか？はい。意外と指と指の間も凝ってたりするので、ここめっちゃ痛い方とかもいらっしゃいますよ。すごい痛いっておっしゃられて、やっぱデスクワークですごい指使われる機会が多い方とか、そうやっておっしゃってますね。すごい軽くなった気がします。本当ですか？すごい。体もね、あったかくなりますしね。そこやばいですね。なんかね、押してもらうだけでもすごい伸びますよね。二の腕やらせていただきます。気持ちいいですね。最高。一気に血流がもうこうやってグッてやってるので、離した時にパッて流れる感じが気持ちいいですよね。気持ちいい。では反対もしていきますね。失礼します。覚えるのにどれぐらい練習されるんですか？期間ですか？人それぞれやっぱり覚えるね速さとかが違うので、一概にはちょっと言えないんですけど、ドライヘッドスパだけとかだったら、早かったら本当に1週間でも未経験の方、覚える方とかもいらっしゃいますよ。そこからね、みんなやっぱり練習はいっぱいしてもらうんですけど、一旦覚えてこのやり方でこの強さでとか、そういった感じだったら1週間で覚えられる方とかも結構多いので、ね、みんな努力がねすごいされてるから。今まだ現役でモデルもやられてる子たちもいるっておっしゃってたじゃないですか。そうですよ。みんなすごいんですよ。本当に尊敬してますね。もうあっちの仕事もやってこっちもやってって、それこそ覚えることがねすごいいっぱい
なんですけど、でどちらも体力仕事なので、私と同じぐらい体力みんなあるんじゃないかなってすごい。本当に。習わないといけない私もね。でもやっぱ無理しすぎるとね、良くないので、すごくみんな頑張ってるから、私も応援したい気持ちもねありますし、でも体はやっぱこうやってちょっとメンテナンスしながらいたわってほしいなっていうのもあって、うちはシャワリを最近作りました。そんなのなんですね。やっぱりセラピスト一番凝りますよ。そうですよね。そうですよ。蓄積がすごそうですよね。でもやっぱり土日が人多いんですか？お客様、そうですね。平日もやっぱ休める方っていうのがね、もちろん限られてるので、土日お休みの方とかだったらもうちょっと夜遅い時間とかだったら来れるけどとかはあるので、一応うちが22時までやってるので、最終受付とかがちょっとメニューによって変わってはくるんですけど、結構仕事終わりでも来やすいって言ってくださるので、それもすごくいいところかなとは思いますね。しかも駅近いから遅かったもんね。そうですよね。すぐ電車乗れるし、家とか近い方だったら特に行きやすいですよね。なんか場所も分かりやすいんでめっちゃ助かりました。私結構本当ですか。なんで迷おうかなと思ったんですけど。分かりやすいですよね。駅から近いし、1階にピタットハウスさんがあるので、私たちもこう電話でね聞かれる機会の時とかに説明ももちろんしやすいので、ですよね。覚えてもらいやすいですね。1回行ったピタッらトハウスめっちゃ分かりやすいですよね。ドトールは隣にあるので、なんか皆さんコーヒー飲んでからこっち来たりとかしてましたってめっちゃ言われること多くて、いいですよね。リラックスして来ていただいて。そうなんですよ。私めっちゃ悩んでました。さっき行くか。そっち行こうかなってなってるんですけど。でもそのグリーンハウスぜひ行ってみてほしいですね。すごく休まるので。デコルテからさせていただきます。失礼します。気持ちいい、そこ。デコルテなかなかね、押されることないですもんね。めっちゃ気持ちいいですね。デコルテがやっぱ硬くなっちゃうと、呼吸が浅くなって、それが睡眠の質を下げちゃったりとか、そういうのにもつながるので、ここをほぐしていただくだけでも、すごく眼性疲労だったり睡眠の質っていうところにつながるので、もう寝そうですもん。寝ちゃいますね。デコルテね、ここの施術めっちゃ好きですって言ってくださるお客様多いですね。だって自分じゃそこ触らないですもんね。はい。美容院だったらね、頭触ったりするけど、はい。デコルテってなかなか。自分で流したりはね、できるんですけど、クリームとかでこういう感じで上から圧をかけてもらったりとか、そういうことがやっぱり自分だとできないので、それがすごくいいかなと思います。いいですね。気持ちいいですよね。ここちょっとこの辺がね張ってるので、野村さん。では反対の方やっていきます。反対失礼します。
良さとかってありますか？今ちょうど左が硬いなーって思ってたところでした。左が硬いんだ。こっち硬いですね。なんか指の入り方が右と左でやっぱり皆さん違うんですけど、左の方がこうグッて入ってくれない、ちょっと止まっちゃうなって感じがありますね。肩は右なのね。なんか違いますね。こんなに違うんだなっていうのはやっぱ触ってるとわかるんですけどね。こっちちょっと多めにほぐしてあげた方がいいかもしれない。この辺強さは大丈夫ですか？はい。じゃあ結構もう人によってはい。メニューちょっと変えたりとかする感じの。しますします。すごい。なんか右がちょっと多めにしてあげた方がいいなとかで変えたりもしますし、逆に頭とかでもそうなんですけど、さっきめっちゃ気持ちいいって言ってくださった側頭部のところをすごい目が疲れてる方とかそこを多めにしたり、あとは後頭部のほぐし方をちょっと圧考えながら多めにしたりとか、それぞれちょっと変えさせていただいてますね。では次肩していきますね。右肩から失礼いたします。していきます。あーめっちゃ合ってますね。すごく合ってる。やばいですね、その辺。肩こりひどい方はね、もうこの辺やってもらうだけで気持ちいいから寝ちゃいますよね。そうです。ですよね。全然ゆっくりしてください。お姉さん細いので肩の線がやっぱり全然男性の方と違うので、私押しにくいですかね。どうなんですかね。結構骨がすごく分かりやすいタイプかなっていうのは思います。逆にその骨のところを押しちゃうと痛いので、その辺はちょっとセラピストの子が気をつけてもらったら大丈夫だと思うんですけど、そういう骨格もね皆さん全然違うので、そうですよね。体って本当に同じ人間かなっていうぐらい結構違うなってやっぱり触っていくと思うので、やっていきますね。だから失礼します。体格によって別に凝ってる凝ってないとか関係ないですもんね。そうですね。どちらかといったら多分習慣が大きいかなと思いますね。さっき言ってた足組むとかもそうですけど、左右差でやっぱりそこから腰に来たりとか、生活習慣の一番直すのが難しいと思うので、そうなったらなんかメンテナンスしてるとかが一番体にはいいのかなとは思います。気持ちいいですね、これ。よかったです。嬉しいです。意外とこの辺の肩のね、ちょっと際のところとかグーってきますよね。これは寝ちゃいます、本当に。今必死で抗って喋りたい、寝たいのに。どちらの要望もね、あるから。そういうお客さんもそうですよね。そうですね。なんか寝たらもったいないって、そうやっぱり皆さんわかるんですよ、その気持ち。なんか気持ちよさ最後まで味わっていたいというか。なんか話聞いてほしいとかいう人もね。中にはね、いますよね。
そういう楽しみ方してらっしゃる方もいるし、ではお目元させていただきますね。失礼します。側失礼いたします。はい、それ気持ちいいですね。そこやばい。ここもちゃんとツボがあって、太陽のツボって言うんですけど、気持ちいいところですよね。ここゴリゴリ言ってらっしゃいますよね。特に右がやっぱわかりますか？なんか怖い。何これ。ゴリゴリすごいですよね。この辺のコリがちょっとなくなると、眼精疲労も楽になると思うので。でもなんかさっきの本当アイマスクでだいぶなんか温めて、はいはいはい。寝れそうですね。やっぱなんか温めるってすごく体がね、リラックスできるので、交感神経もねいただけますし、やっぱ何でもリラックスしてる状態でこういうのを受けるのが一番大事なことなので、そういった意味でもやっぱ目元を温めるでじんわりねほぐしていくのもあれなんですけど、あったかいのでリラックスしていただくっていうのがすごく相性がいいので、そういった意味でも本日選んでいただいたので、すごく良かったなと思います。眼精疲労がやばいんじゃないか。悩みですよね、ずっと。やらないわけにはねいかないから。ずっと放置できないですしね。失礼します。最初の時よりもすごく動くようになりました、頭皮が。変わるんですね。結構すぐ分かりやすいですね。体って正直ですよね。
気持ちいいです。この辺気持ちいいですよね。じゃあちょっと横向けていきますね。右側の方倒していきます。首やっていきます。力の強さどうですか？ちょうどいいです。かしこまりました。結構首の後ろの筋肉も硬くなっちゃってますね。めっちゃゴリゴリですね。今ここは特にここやばいですね。すごいゴリゴリ言ってらっしゃいます。何ですか？こう多分もう首の疲れがすごい出てるのかなと思うんですけど、今スマホ首って言われるような首を前に出しがちというか、みんな集中しちゃうので、スマホもパソコン見るのもこう前のめりになったりとか、そうするとやっぱり首の負担ってすごくかかるので、それがすごく要因になってるかなと思うんですけど、私もねもう鏡で見て、めっちゃ顔出てると思ってそう直すことがあっても、普段出てるかどうかなんて分かんないですね。分かんないんですよ。効きますね。ここが言ってた後頭部、ここのところの筋肉をほぐすと、眼球と連動してるので、目の開きとか見え方がすごく変わってくるんですよ。この辺しっかりほぐしてあげてから目開けていただくと、なんかみんな見え方がすごく鮮明に見えるようになったっておっしゃってくださるので、すごいですよね。なんか目ほぐしたわけじゃないのに、ここほぐして目が見やすくなるって、なんか人間の体って面白いですよね。だいぶ固まっちゃってますね。目疲れますね、これは。今度なんか友達とも来たいですね。ペアでですよね。うちのお客様、ペアめちゃめちゃ多いんですよ、来てくださる方が。それこそ女性同士、男性同士とかも全然ありますし、なんか友達同士とか、なんなら兄弟で、この前来ましたって言ってくださって、すごく仲いいって思いながら嬉しいですよね。ペアのお客さんもすごい2人とか3人とかもいらっしゃるので、うちがそうなんです。うちのお店がね3席あるので、当日セールツが3人までちょうど行けるので、女性で女子会3人でしてて、ご飯前にみんなでリラックスしに行こうって、めっちゃ仲良しですね。すごいめっちゃいいですねで、ありがとうございますって話してたんですけど、皆さんその育児がすごく疲れてらっしゃるので、それの息抜きがしたいなと思った時に、なんかマッサージ受けたいって話になったらしくて、でみんな頭も目も肩も疲れてるから、最近流行りのドライヘッドスパどうみたいなってなったらしくって、失礼します。反対やっていきますね。失礼します。私の友達も多分みんな凝ってるんで同じような悩みが、そういう話もねしますよね。はい。ちょっと今度言ってみますね。ありがとうございます。ペア割りっていうのがあるので、お二人で来ていただいたらちょっと安くなるよっていうのがあるので、はい。
ぜひそちらのクーポンを使ってきてください。ここの強さ、右の方は大丈夫ですか？これくらいで。はい。ゴリゴリととかも。なんだ、右のこっちの方がすごいゴリゴリ感がありますね。おー、すごい。凝ってる方のこうやってると、やる気がすごい逆に出ます。あ、これをほぐしてやるぜ。そうですそうです。これ絶対ほぐすんだみたいなやる気が謎に出てきます。ちょっと疲れを溜めてこないとダメですよ。体しんどくなっちゃうので。めっちゃ気持ちいいです。この辺のね、際が気持ちいいですよね。骨と骨の。めっちゃやばいこれ。この辺皆さんもなんかストンって寝るところですね。さまよいますよね。ここ硬くなっちゃってるので、ちょっとしっかりめに、はい、ほぐしときますね。気持ちいいですね。ここが気持ちいいところですね。戻しますね。お疲れ様でした。ちょっと後半寝てたかもです。気持ちよかった。よかった、ありがとうございます。ではベッド下げていきますね。これハマりますね。自分のご褒美にもね、すごくいいと思うので、またぜひ定期的にケアしていただけたらなと思います。はい。じゃあ取っていきますね。失礼します。ではゆっくり起き上がっていただきまして、右側の方に足出して座ってください。髪の毛少し分けますね。失礼します。最後押し上げさせていただきます。よかった。なんかね、辛いっておっしゃってたので、少しでも良くなればなと思ってたので。やばい、それも気持ちいい。押し上げの時間っていいですよね。結構整体とかでもね、最後やってくださる時に、これいいなって思ってたんですけど。頭失礼いたします。気持ちいいですよね、ここ。
疲れ様でした。めっちゃ気持ちよかったです。ありがとうございました。失礼いたします。野村様入っても大丈夫でしょうか。はい、失礼いたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。めっちゃ気持ちよかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。水どうぞ。はい、いただきます。さあ、今日本日いかがでしたか。めっちゃ気持ちよかったです。ありがとうございます。半分寝てました。めっちゃ話聞いてもらっちゃって、もう心身ともに癒されました。ありがとうございます。ゆっくりしていただいてよかったです。今日全身のマッサージもして、頭もさせていただいたので、血流がすっごく良くなってまして、いつもよりもちょっとお水を多めに飲んでいただいて、わかりました。老廃物を出して、悪いものを出していきましょう。ちょっと出してもらって。ありがとうございました。めっちゃ楽になりました。本日以上となっております。ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひお願いします。お願いします。お待ちしております。お願いします。ではお荷物を忘れないようにお持ちいただきました。こちらの方ご案内いたしますね。ありがとうございます。お支度終わりましたらこちらの方でお待ちしております。失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございました。忘れ物大丈夫ですかね。はい。最後お手洗い行かれますか。大丈夫です。かしこまりました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。よいしょ。めっちゃ気持ちよかったです。ありがとうございました。はい。お願いします。暑いので気をつけてお帰りください。ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。またお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。